回してもここのパーツがだいぶ硬そうだね。マスク臭いな。はい、おはこんばんは、オリーブです。はい。ということで今回は激安の塗装ガンを買ったので観察して組み立てしてドロドロのチッピング塗装で使えるのか試してみたいと思います。今回買った塗装ガンなんですが、ノズルが 2.5mm になりますね。値段は1500円ぐらいの安いやつを買いました。この塗装ガンが実際に使えるか試していきたいと思います。で、もともと塗装ガンは最初は買う予定なかったんですが、チッピングの塗料を最初はこういうスプレータイプのものを買おうと思ったんですが、これ安くて量いっぱい入ってるじゃんってことで、こちらの塗料買ってしまったんですが、こちらスプレーガンがないと使えないタイプの塗料でしたね。間違って買ってしまいました。なので塗装ガンが必要だなと思ったんですけど、あんまりお金もないので安い塗装ガン使えたらいいなということで、こちらの激安の塗装ガン買ってみました。ノズルの口径が大きいやつって結構塗装ガンちゃんと買うと高いみたいですね。じゃあ中身の方見てみます。タンクとレバーが別々になってるみたいですね。タンクは1リッター入るらしいです。中身はタンクにガンに掃除用のブラシと説明書ですね。分解図となんかいろいろ説明が書いてありますね。初めてガン使うからわかんないな。あと一応スプレーガンを洗うようにラッカーシンナーっていう激安のシンナーを買いましたね。そしたらちょっとタンクの中見ていきそしたらちょっとタンクの中見ていきます。タンクに入れるここのパーツですね。これがレビューでも書いてあったんですが、こっち側の方をよく見てみるとこんな感じでボンドで固定されてるんですよね。なのでここが外れないかなっていう感じがしますが、これはちょっと使ってみて取れちゃうようだったら対策するか適当にもう一回ボンドでつけるかしたいと思います。それと分かりやすいところで言うと、この辺りなんかそうなんですが、口コミでも書いてあった通りバリがすごくて手擦れて怪我するかもしれないので、気になる方はヤスリでバリの方取ってから使った方がいいと思います。それとこのタンクなんですが、確か使っているとこの内側のピンですね、これが3箇所ついているんですが、どうやら強度がなくて外れやすいということみたいですね。口コミを見てみると、ここのピンが外れた時に適当なビスを打ち込んで直して使ってる人がいるみたいですね。で、今回は塗料をろ過する紙とかは買いませんでした。チッピング塗装の場合は軽く調べた感じだと原液で使うのがいいみたいですね。実際は薄めたりして使ったりもするのかな、ちょっとわかんないですけど、今回はろ過しないで使おうと思います。あともしコンプレッサーの力が足りなくて塗料がスムーズに出なかったらシンナーで薄めて使っていこうと思います。そしたら塗装の準備をしていきます。これなんですけど、ここの部分にネジが掘られてるんですけど、回してもここのパーツがこっち側に入っていきませんね。これでいいのかな、いっか。そしたらここについてるノブなんですけど、説明のデータが飛んでいたので補足します。間違ってたら申し訳ないんですが、塗装ガンのダイヤルの調整はこんな感じです。この辺りの調整は塗料も空気も限界まで広げて強くいっぱい塗料が吹き出るように設定して使いたいと思います。多分コンプレッサーの力が弱いのでチッピング塗装の時はそれぐらいでいいのかなっていう感じでなんとなくでやってみます。ただ塗装ガン使うのも初めてなんでどうでしょう、それでうまくいくのかはわからないですね。よし、そしたら塗料の準備をしていきます。これ開けてこうやってそのまま出すと蓋のところ汚れて次回キャップが開けづらくなってしまうので養生していきます。ジップロックに穴を開けて袋を裏返してこんな感じで逆さまにして取り付けてテープで固定してみました。使う時はキャップを開けてこんな感じで広げて塗料を入れてやると、こっちの方少し定規みたいな形にして使ってもいいかもしれませんね。で、使い終わったらキャップを閉めて
このやり方ならこの塗料を何回も養生して繰り返し使うことができますね。はい、このジップロック作戦は失敗します。蓋にマスキングテープを貼って養生する方法もあるんですけど、毎回貼るのがめんどくさいなと思ったので、今回はこの方法を試してみました。そしたら塗装の準備をしていきます。よし、ワクワクするな。なんでこんな硬いの？硬くない？いやいやいや。どれぐらい入れればいいんだ？ちょっとでいいんだよな。使わなかったら戻せばいいか。めちゃくちゃ汚れてる。結局こうなるのか。矢印のところのテープが外れて塗料は無事漏れました。これだいぶ硬そうだな。出るかな？よし、やってみるか。出るかな？だよね。どれぐらい回せばいいんだろう。使い方がわからないので、この後つまみをいろいろいじったりして、まあ普通に使えるけど出る量少なくない？量は少ないですけど塗料は出ました。やっぱり塗料の粘度が高いからあんまり出ないんですかね。理由はよくわからないです。先端のノブがこんな感じになってたので、今度こんな感じで縦にして吹いていきたいと思います。こんなもんなのかな。はい、そしたら今回は鉄板にチッピングを塗っていきます。そしたら2回目拭いていきます。はい、3回目拭いていきます。ちょっと近づけながら拭いてみます。よし、あとは乾くのを待ってみるか。その間、ガンをシンナーで洗いたいと思います。塗装ガンの洗い方は結構他の人も動画で上げているので省略します。スキップ。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録はい、ということで塗装の方乾いたのでどんな感じになったか見てみます。なんかこの斑点みたいなのはシンナーをぶっかけてしまいました。塗装したところを近くで見ると表面が少しザラザラな感じで仕上がってますね。3回適当に塗ったらこんな感じになりましたね。今度は斜めから見てみます。はい、こんな感じですね。ところどころ粒の大きいものと細かいもの混ざっている感じで塗れてますね。この塗装ガンのここの塗料の出具合を調整するつまみを少し絞り気味にすると吹きつけた時に出たり出なかったりシュッ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 って感じで一定のパターンで塗料が出てくれるので、そっちの方が表面を粗く塗ることができる感じがしましたね。あんまり塗料をスムーズに出すと逆に綺麗な塗装になりすぎてザラザラ感が弱かった感じがしますね。素人なんで実際はどうなのかわからないですけど、塗装パターンはお好みでいいのかなという感じがしますが、エアーの供給量はチッピング塗装が硬い塗料だと思うので、全開にまで開いた方がいいのかなという感じがしますね。あとは、この塗装ガンには調整のノブにメモリとかがついてなくて、何回転回したかわからないので、こんな感じで何回転したかわかるように油性のペンで印をつけて使いました。はい。で、この塗装ガン使ってて思ったんですが、ここのノズルの部分が下の方まで届かないので、塗料が少なくなってきた時に使えなくなってしまうので、タンクの底の方まで塗料が使えるようにこんな感じでホースが余っていたので、これをこんな感じで差し込んで、いい感じのところで
切って使いたいと思います。はい、汚い声で失礼します。今回使った透明のホースの内径が約 9mm で、塗装ガンのパイプの外径が約 8.6mm でした。こんなもんかな。実際に使えるかちょっと水で試しに拭いてみたいと思います。はい、水を入れてきました。カップの底からだいたい 7.8 センチ上ぐらいまで水が今入ってます。そしたら実際拭けるかやってみます。ちゃんと使えそうでしたね。一応カップの中開けてみます。残量がどれぐらい残ってるかというと、本当に残りわずかですね。こんなもんしか残ってないです。このホース作戦、水ではうまくいったんですけど、ただチッピングのこのドロドロの塗料でもちゃんとうまくいくんですかね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はこちらの1500円の塗装ガン使ってみました。塗装ガンの使い心地なんですが、いつも缶スプレーを使っていたので、この安い塗装ガンでもめちゃくちゃ使いやすいですね。塗装ガンが使えるようになったことはすごくありがたいことですね。すぐに壊れるといった口コミが多かったんですが、個人で使うんだったらこれぐらいでいいんじゃないかなっていう感じがしますね。ものづくりって0から1にする作業ってものすごく大変なんですよね。なので1500円で材料も買わずに完成した塗装ガンを入手できるのはすごくありがたいことだなと思います。万が一壊れても直して使えばいいかなというふうに考えています。たとえ直して使ったとしても自作でゼロから作るよりはすごくいいんじゃないかなとは思います。人によってはちゃんとしたの欲しいっていう人もいると思うので、そんなに細かいこと気にしないよっていう人にはこの塗装ガンいいんじゃないかなと思います。いやー、新しい道具って本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。チャンネル登録やグッドボタンを押していただけるとすごく動画制作の励みになります。本日もここまでご視聴ありがとうございました。